今回はこの大きめの開口に両引きタイプのプリーツ網戸を取り付けていきます。こちらの道具を使って DIY します。枠のサイズに合わせてオーダーしましょう。取り付ける配置で並べてみるとこんな感じです。上枠の両サイドにキャップを差し込みます。上枠に仮止め用の両面テープを貼り付けます。両面テープの剥離紙を剥がして左右の隙間が均等になる位置で天井面に仮止めします。枠に対して斜めにならないように注意しましょう。両端の隙間はカバーキャップをスライドさせて隠します。付属のビスで固定していきます。電動ドライバーを使う場合は締めすぎて枠が変形しないように注意しましょう。下レールを取り付けるときは裏側の両面テープの剥離紙を剥がして床面に貼り付けます。スムーズな動作のために上枠の真下に来るように印をつけてから貼りましょう。網戸本体の上部には上側シールが貼り付けてあります。上下を確認して網戸本体を斜めに傾けながら上枠とレールの間に入れます。本体の裏側についているアンカープレートの剥離紙を剥がします。本体を下のレールに乗せた状態でレールから浮かないように注意しながら両面テープの接着面を強く押し付けます。本体の収納枠に両手をかけて引っ張るとアンカープレートだけ残って本体が外れます。少し硬く外れる時に音がしますがアンカープレートのフックが外れる音です。もしアンカープレートが残らずに本体と一緒にくっついてくる場合両面テープの端に印をつけて壁に押し付けると印の色が移ります。アンカープレートを本体から外して印に合わせてアンカープレートを取り付けます。アンカープレートを付属のビスで固定します。電動ドライバーを使う場合でも最後はドライバーを使って手で締めてください。アンカープレートをビス止めした後カチッと音がするまで本体を押し付けてアンカープレートに取り付けます。網戸を引き出しても収納枠は外れなくなります。反対側も同じように取り付けたら網戸本体の設置完了です。頻繁に開け閉めを行う側に取っ手をつけます。固定は裏面の両面テープで行います。網戸本体にはマグネットがついているので左右の網戸はぴったりと閉まります。